それは突然の電話だった。え、父さん、今なんて？だから、うちの工場がやばいんだ。実家は飼料の工場を営んでいる。品質が良く、家畜の食いつきも良いことから、大口の取引があったりと、とても安定した操業をしていた。そう思っていた。やばいって、一体何があったんだ？それが俺にもよくわからないんだ。なんだよそれ、わけがわからない。全く話の内容が入ってこない。突然いろんな取引先から契約満了の話をされて、本当に突然なんだ。どれくらいの会社から言われたんだ？おそらく半分くらいは。マジかよ。そんなことありえなくないか？親父が混乱するのも無理はない。そんな話がまかり通ってしまうなんて。とにかく俺の方でも調べてみるから。父さんはこれ以上契約満了にならないようにしておいて。わかった。すまんな、大輝。大事な時に。いいんだ、それは。全部が落ち着いてからにするから。電話を切って俺は大きなため息をついた。大変なことになった。花江に何て言うかな。実は俺には結婚を前提として付き合っている彼女がいる。俺が実家を継ぐ前提で入社した会社の社長令嬢だった花江。俺の2つ年上のしっかり者の彼女は俺の教育係だった。社長にも認めてもらい、付き合い始めて5年。いよいよ来年、実家を継ぐために会社を辞めることになっていた俺は、花江にプロポーズをした。そして今週末、俺の実家へ結婚の挨拶をしに行く予定だったのだ。それだけではないと思うが、少なくとも社長だって俺が将来的に社長になるから娘を託したところもあると思う。それがもしかしたら失われるかもしれない。いや、花江はそんな子じゃない。社長もきっと。何にせよこうなってしまった以上は、俺にできることをするより他はない。パソコンの電源をつけると、実家の取引先一覧を開いて、片っ端から電話をし始めるのであった。翌日出社した俺は社長室へ呼ばれた。そこで待っていたのは社長ではなく花江だった。聞いたわよ、大輝。ご実家大変なんですってね。花江、そんなに驚く？一応うちの会社とも関係があるじゃない？情報は入ってくるわよ。そう言って花江はにっこり笑いながら俺に歩み寄った。そして、別れましょう。え？その笑顔のまま俺にそう言い放った。何を言われたのか一瞬理解ができない。花江？今、だから、別れましょうって言ったの。これからあなたは莫大な借金を抱えるかもしれないんでしょ？そうしたら社長令嬢である私の力を利用するかもしれない。何を？まさかそのまま黙って私と結婚して逆玉を狙っていたとか？そんな男願い下げよう。昨夜までどこかで期待をしていた。花江の実家の財力に。ではない。花江は俺自身を見て好きになってくれていたと。社長も俺だから娘さんを預けてくれたのだと。でも実際はそういうわけではなかったようだ。そうか。わかったよ。なら話は早いわ。大輝、会社を辞めるのは延期してもいいのよ。しばらくはここで。いや、それは予定通り辞めることにするよ。え？今度は花江が驚く番だった。ここで働いて少しでも稼いだ方がいいんじゃない？それはそうかもしれないけれど、親父をそのままにしておくわけにはいかない。俺が実家に戻って少しでも助けにならないといけないし、それに、いや、なんでもない。ここで働き続けても花江がいる。そして社長もいる。そこで働き続けられるほど俺の神経はずぶとくない。もしかして私のこと？あははは、いやね。私は今月付で退社するわよ。あ？
突然のことに思わず目を見開く。だってあなたと私、翻訳者として会社内でも有名だったでしょ。それが破談になっただなんて居心地悪いし、あなたにも私にも一緒にいるメリットってなくない？けれど俺が会社を辞めるんだし、花江は別に。私は一刻も早く婚活しないとね。婚活。その言葉に胸が痛んだ。そうかよ、わかった。そう言って俺は社長室を後にした。5年という年月を共に過ごし、結婚を約束していた女性との別れは思っていたよりも随分あっさりしていた。そう、本当にあっけなくて涙も出ない。大きくため息をついて、俺はオフィスに戻るのであった。実家の工場が傾いて半年後、なんとか首の皮一枚つながった状態で持ちこたえてくれた親父。会社勤めと並行して契約を打ち切った会社巡りをしたり、新規顧客を開拓したりしてきた俺は、予定通り会社を辞めて実家に戻ってきたのであった。正直経営が回復したとは言えない。契約満了を伝えてきた取引先も、他にいい会社と出会った。経営状況を鑑みて、などもっともらしい理由ばかり。これといった解決策は見出せずに今に至る。覚悟決めていかないとな。工場の入り口に立った俺は気合を入れて門をくぐる。従業員の数もかなり減らしたと聞いた。昔はたくさんの工場員が働いていて、賑やかな工場だったのだが、今は見る影もなく、稼働している施設は5室中1室。ただいま、親父、こっちか？その稼働している施設に一歩足を踏み入れた俺は、目に飛び込んできた光景に声を失った。え？そこには数人の作業員がおり、指示を出している親父、段取りを組んでいる現場長、そして、お帰りなさい大輝。花江なのか？作業着に身を包んだ花江がいた。驚いて声を失う俺に対して、花江は満面の笑みで出迎える。おお、大輝、待ってたぞ。親父、どうして花江が？花江？ああ、有田さんか？なんだ、知り合いだったのか。知り合いも何も。そこまで言ってはたと気がついた。親父には花江のことは話していない。結婚したい女性がいるから今度実家に連れて行くとしか伝えていなかったのだ。いや、それにしてもだ。どうしてここに花江が？半年前にな、突然雇ってくれとうちに来て、最初は断ったんだが、なんせ毎日新しい顧客を紹介してきてくれて。今日までなんとかやってこられたのは、有田さんが経営に関してメスを入れてくれたからなんだ。その言葉を裏付けるように、作業機に貼られていた新規顧客の名前は何度か見たことのあるもの。前の会社、花江の父の会社で関係のあった会社だ。俺は営業窓口ではなかったためよくは知らないが、そんな俺でも目にしたことのある会社名ということは、決して小さい会社ではないということだろう。それにしても、一体なぜ？ごめんね、大輝。あなたに黙ってこんなことをしていて。いや、でもどうして？どうして？そんなの決まっているじゃない。花江は俺に歩み寄り、いつも通りにっこりと笑った。大輝のことが大好きだからよ。なんとかして助けたいって思ったの。でも、あの時花江は、私が大輝のお父さんの会社を助けたとなると、社内であなたが私を利用したとかいう噂が立ってしまう。それは将来的に大輝のご実家に迷惑がかかると思ったの。花江の言う通り、あの会社にはいろいろな人間がいた。それこそうちの取引先と関係のある人間も。そこであらぬ噂が立つと、ただでさえ何とかやっているうちの工場にどんなダメージが入るか分かったものではない。だから花江はあの時俺に見切りをつけて別れを切り出すという悪女を演じてみせたのだ。父にも相談して私が会社を辞めた状態で飼料工場を探している顧客を紹介してもらいここに来たの。ということは社長は
もちろんすべて知っているわ。この方法なら大輝のご実家を助けられるって一緒に考えてくれたんだもの。俺が会社を辞めるときになぜか社長はニコニコと笑って送り出してくれた。その時に言われたのだ。よろしく頼むよ、これからも。その時はその意味が全くわからなかったが、こういうことだったのか。まずは少数精鋭から。少しずつだけれども必ず立て直せるから。ね、お父さん。お父さん？大輝、お前、有田さんは一体。完全に置いていかれている親父に向き直り、俺は花江の肩を引き寄せた。父さん、紹介するよ。俺が結婚したいと思っている女性、有田花江さんだ。なんだって？有田さんが？ああ、半年前工場がやばいってなった時に、俺は振られてしまったと言ったけれど、どうやらまんまと助けられてしまったみたいだ。これは一生かけて恩返しをしなければならなくなったよ。笑って花江を見つめる。恥ずかしそうに頬を染める彼女を、俺は思い切り抱きしめるのであった。晴れの日、快晴。新社長、おめでとうございます。ご立派ですよ。決して多くはない従業員たち。その人たちが俺の晴れの日を祝福してくれていた。ありがとう。一人一人に笑顔を向け、心からの感謝を述べる。今日まで工場を無事に操業してこられたのは、間違いなくここにいる従業員たちのおかげだ。彼らを背負って、俺は新社長に就任した。何があっても工場を守り抜いていこうと、強い意志を持って。そして、花江さんきれい。新社長をよろしく頼むよ。俺の隣には、純白のウェディングドレスに身を包んだ花江の姿。何があっても俺を見捨てないでくれた花江。大丈夫よ。だって大輝が好きすぎて私、ここまで来てしまったんだから。俺に真実を告げないまま、俺の前から姿を消して半年間、俺に代わり工場を守り、立て直しの基盤を築いてくれていたこと。それを知った時は本当に驚いたが、それ以上に花江への愛が溢れ出した。花江。ありがとう。これからもずっと一緒に頑張ってくれるか？花江に向き直り、決意を込めた眼差しを向ける。それにいつも通りの笑顔で俺を見つめ返す花江。当たり前よ。大変なこともあるだろうけど、でもあなたとなら私やっていける。愛してるよ、花江。そう言ってみんなの前で花江にキスをした。周りから歓声が起こる。花江、よかったな。有田さん、素敵な娘さんですな。息子にぴったりですよ。親父と花江の父が杯を酌み交わしながら楽しく談笑していた。従業員たちは、アンコール、アンコールと俺たちに再びキスをせがむ。なあ、花江。何？俺さ、夢があって、かがみ込んで花江にそっと耳打ちをする。その言葉を聞いた花江は、頬を真っ赤に染めて、俺に抱きつくのであった。